はい、こんにちは。ニコテックシェンゼンフィールドノートにようこそ。この番組では、世界のメーカー、テクノロジー、スタートアップの現場を実際に訪れながらレポートしていきます。今日は、ドイツ・ニュルンベルグのエンベテッドワールドの会場からお送りします。英語でもちょっとイントロダクションします。Hello, welcome to Nicotech Shenzhen Field Notes Podcast. It is podcast. I share observation from the all over the world, like makers, technology, startup ecosystem, and semiconductor. Today episode fromエンベテッドワールドジャーマニー、ニュールンベルグ。で、今日のイベントはそんなわけで、ニュールンベルグのエンベテッドワールドから、お送りします。エンベテッドワールドは2003年から20年以上にわたって行われているイベントで、アメリカの CES と、なんていうか、ためを張るような、スペインのワールドモバイルコングレスが通信のイベント、CES はもともとの名前がコンシューマーエレクトロニクスだったので家電のイベント、でそれに対してエンベテッドワールドは組み込みのイベントです。で、なんでドイツでやってるかというと、ヨーロッパにはアームがあるし、自動車メーカーもあるし、ボッシュやシーメンスみたいな産業用機械の会社もあって、でどこの会社もオープンイノベーションはやりたい、でもオープンイノベーションに加えて、組み込み用や産業用をやるから、品質保証であるとか、なんていうの、検証であるとか、互換性であるとか、標準化であるとか、そういうところもやりたい。なので、その2つの力、オープンイノベーションやりたい、品質保証やりたい、その2個がアライアンスとして機能するような、そういうすごい特殊なイベントになってます。組み込みだけのイベントなんだけど、ものすごく大規模なイベントで、今年のも含めて出展者は1000社を超えてます。来場者は毎年3万、4万人ぐらい。で、これは会場の、中の地図なんですけど、この1番から、1番、2番、3番、4番、3A、4A、5と、全部で6個もフィールに、みちみちに半導体の会社が詰まっています。何社かは聞いたことがある会社、例えばこのラティスだったり、アームだったり、えっと、マスワークス、マトラボを作ってる会だったり、ルネセスだったり、どこの、ブース、なんていうか、ホールに行っても、聞いたことある会社はいます。でもそれ以上に、全然聞いたことない、こんな会社も組み込みやってるんだとか、組み込みでこんな新しい、ソリューションが出てきたんだとか、あと、この会社もエンベテッドワールドに出すようになったんだとか、そういうものが見られます。そういう、これまでの動きと新しい動きを、ちょっと今回のポッドキャストでいろいろ語っていこうかなというふうに考えています。1100社、すごいですよね。で、おなじみのシードスタジオやM5 スタックもここ数年は出展しています。で、もともとのエンベテッドワールドの、出展長いのはこれ C ガルって読むんですかね、セガって読むんですかね、J リンクとかを作ってる、組み込み用のソフトウェアの会社で、ここの会社が作ってる J リンクっていうのは、STM32 で使ってる人が多いと思うんですけど、STM32 だけのデバッガーではなくて、マイコンまたいで使えるデバッガーなんですよね。マイコンまたいで、この会社の方で、テストをして、で、責任持ち者で取ると。で、もちろんオープンソースにしないから、ライセンスが、これ入れたら他のところにオープンソースのライセンス波及するんじゃないのみたいな問題もなかったりして、その意味で、プロの組み込みの人たちの間では信頼されて長いこと使って言われているツールです。そういうなんかまたいだ組み込みツールとしては、シミリンクとかもそうですよね。シミリンクやマトラボなんかも、なんかいろんな組み込み屋さんがいろんな目的で使っていて、で、かつ、ちゃんとした保証を求めると。なので、こういう会社が長いこと出展しています。で、こういう会社に連なる新しい分野の会社、ここにいる、ヨロを作ってるウルトラリスティックス。これ、本社はイギリスらしいんですけど、深センにもすごいでかい開発部隊がいますし、やっぱり会社をまたいで、その画像認識とか、車の写真撮ってそこからナンバーの情報を上げてくるとか、そういう用途ではよく使われていて、で、これも、新しい会社は、ヨロをもっとよく使いたいし、逆に、ヨロのことを初めて知ったというか、使い始めたから、もっと開発チームと仲良くして、で、ベータ版のソフト、先に送ハードウェア先に送るから、対応できるかどうかちょっと、半導体で試してみてくださいよとか、一緒になってヨロ使ったイベントやりませんかとか、そういうことをやる。ちなみに今は、あれですね、このヨロのブースに M5 スタックのジミーを中心とした開発チームが、寄ってて、で、M5 が使っている、ヨロをよく使っているユニット V とか、あと最近のLLM モジュールとか、そういうところと連携の話をしてたりします。なので、組み込みの間で、分野である、それから会社をまたがっていろんなことをやりたい、そういう人たちが集まるようなイベントです。で、当初はソフトウェアが強かったんですけど、最近はどんどん、いろんな分野でいろんな会社が出てくるようになっていて、例えばメディアテックとかはそうですね。メディアテックとかクアルコム
とか、そういう巨大な SOC を作っている会社は、どうしても会社の間をまたいで、もっと複雑なことをやらなければいけない。それから、もともとクアルコムやメディアテックはスマホの部分が多かったんだけれども、最近では車載とか自動運転やるからそういうの入れようとか、そういう分野が入ってきている。で、エンベッドワールド、来てるお客さんでガチガチなエンジニアが多くて、この写真はスーツの人ばっかりですけど、さっきの写真では、いかにも、ギークだなっていう人がたくさん、ヨルドブースの周りにいましたし、自分で実際開発してる人同士がよく話す場所が作られていて、なので、どこのブースでも結構大きめの商談スペースがあって、もちろんその、ディストリビューションの話をしてるスーツの人たちもいっぱいいるんですけど、開発者同士がそこで、そもそもどうやってこれ使うのみたいな話をしているという、そういうなんか、でかい開発者大会みたいな匂いがすごいするイベントです。新興だと、例えばここなんかもそうですね、DeepX っていう韓国の、会社で、ここも AI チップを作っていて、画像処理系が強い AI チップ、なんか中国のホライゾンロボティクスとかとよく似たようなチップを作ってて、で、まあ、韓国のそれこそ、ヒュンダイとか、キアとかの車に自動運転用のチップとして入れられていて、で、もちろんそこだけではなくて、もっと他の国や他の分野にも拡大していこうということで、それこそヨロと一緒になって、うちのチップだともっといい感じで、いいヨロが動きますよっていう話とか、中国で AGV や組み込み、車などで使われているピングキャップの、ソリューションにもよく対応していて、ピングキャップ、ごめんなさい、ピングキャップ違う、パドルパドル、バイドゥが作ってるパドルパドル、パドルパドルの、えっと、ツールにも対応してますということで、会社同士が組み合わさって、信頼感のある、かつ組み込みの、で、かつオープンソースの、そういうものを作ろうというふうになっている。まあ結構、世界でも類がないタイプのイベントなんじゃないかなとは思います。イベントとしてはものすごいインダストリアルで、かつ組み込みなので、ガチガチで、DIY とかメーカームーブメントみたいな感じで、ない部分からの発祥なんだけれども、プロの場所ではあるんだけれども、でもそれがメーカー感を与えて、オープンソースで、かつ、オープンイノベーションやろうというところで、すごく、なんていうか、イベントって立ち上がって動き出すと、全然当初と違ったところに魅力が出てきて、で、続けてるといいことがいっぱいあるんだなということを強く感じたイベントではあります。これも、有名な会社ですね。アンバレラ。これは、アクションカメラのほとんど、GoPro にも入ってる、インスタ360にも入ってる、いろんなアクションカメラの中身は大体これの SOC が画像処理をしている、そういう会社で、で、ブースの中を見ていくと、インスタ360や DJI、DJI のも、昔ドローンの画像処理、アンバレラのチップでやってました。ここ3、4年ぐらいの DJI は、アンバレラからライセンス買って、最初はアンバレラの丸コピーのチップを DJI ブランドで作っていたんだけれども、最近はもう少し、どんどん自社製のチップを作るようになってはいるんだけれども、でもいずれにせよ、こういうアクションカメラ画像処理だと、とりあえずアンバレラ使って何か始めようという会社がとても多いです。なので、ブース内には、インスタ360のシリーズや、最近その会社が一緒に作った360で撮れるドローンや、かつ、ボディカメラとか、監視カメラに近いようなものとか、そういうものにも使われていて、で、組み込み事例がよく学んでいます。ロックチップは、まあ、メディアテックとかと後追いに近いような、まあ、でも、モデルはやってないか。ラズベリーパイもどきで、バナナパイとかのチップ、これですね。で、中国の会社で、いろんなことができるメモリーも AI チップも、CPU 部分も入っているという SOC を作っている会社で、特に最近は AI を強く推していて、最年次なんだけど、中に AI 入ってて、どんな人が何時間見ていたかみたいなことを、AI として、記録していくと、AI で抽出して記録するとか、そういうようなことができるようになっています。ここも開発者をすごく増やしています。開発者というか、開発者同士のマーケティングを強めにやっていて、ヨーロッパの会社もロックチップ安いし、使い勝手がいいし、カスタマイズ性も高いので、できれば発注したいんですよね。クアルコム、最近なんていうか、どんどん大きくなるにつれて、そういう細かい融通の良さみたいなものは減っていくので、なので、こういうところで深めの商談をしていたりしてました。で、日本の会社も全くゼロなわけではなくて、ここにある村田製作所は出してまして、ここは UWB チップとか出してました。で、それから、去年まではソニーセミコンが出してたし、今年もパナソニックインダストリーとかは出していて、なので全くゼロでは、ないけれども、まあ、あんまり存在感ないですね。僕は3日間会場ぐるぐる歩き回って、で、半分ぐらいの時間は M5 ブースに立ってたんですけど、名刺交換してちゃんと日本人と喋ったの1回あったかなかったかとか、それぐらい、まず僕がいない間に名刺を入れてくれた人がいて、でもそれ入れても本当に3日で2件とかぐらいでした。CES だとそんなことは全然ないし、メーカーフェアローマとかでもそれなりに、まあでもメーカーフェアローマとここだったら
同じぐらいなのかもしれない。なので、インダストリアルな分野でヨーロッパとか、メーカーでヨーロッパみたいなところになると、あんまり最近は日本の人いないのかもしれないなというふうには思ったりしました。で、今回も含めて、エメテッドワールド、最近一番面白い、僕、今年3年目の参加なんですけど、毎年すごく面白いなというふうに思っているのは、オープンソースの巨大なアライアンスがエンベッドワールドにすごいでかいブースを出していることで、この OSADL っていうのは、オープンソー、ヨーロッパの、中でいろんな会社からスポンサーを集めて、で、この会社がオープンソースのリアルタイム OS の保証とか、テストラボとか作ってるんですよね。日本でいう、例えば産総研が実企画を作るみたいに近いようなことを、オープンソースの仕組みとしてやっていて、で、これは、特定の会社の中で動いてるわけではないけど、いろんな会社からスポンサードをされて、で、それで組み込みを、Linux であるとか、ラズベリーパイこういう用途で使う場合は、このライブラリ使えば、リアルタイム性が保証されますとか、そういうことをやっている。なので、ゴールドメンバーには、ラズパイ使って組み込み用ツール作ってるとか、そういうこのレボリューションパイとか、そういう会社が並びます。あとは車屋さんが並んでいて、自分たちの車や産業用機械で OAP ソースのリアルタイム OS 使って何かやろうみたいな時に思った時に、保証をここに求めてくると。で、ここはここで、そこの会社間をまたいで、テストラボを作って、で、認証プログラムなどもやっていく。で、そういうなんかオープンソースが中心である、公開が中心なんだけれども、保証に近いようなところを、お金集めた組織で中立的にやっていく。これ日本だと大体はお役所がやっている。だから産総研が実企画の標準作るとか、メートル元気の担保をするとか、そういうことをやるんだけれども、同じようなことをオープンソースの仕組みの中でやることによって、なんていうオープンソースを利用してやることによって、いろんな会社が入ってきやすいし、オープンソースの活用が伸びるという仕組みをやっている。これはなんかすごく EU っぽいし、これ EU だからできるっていう部分もあると思うので、すごく印象に残っています。同じような感じで、これは日本企業もすごくたくさん参加している自動車グレード Linux ですね。オートモーティブグレード Linux。ここにルネサスとかアイシンとかありますけど、ここも、基本的には Linux なんだけれども、Linux の中で車で使えるっていうのはどういうところなんだろうねと、ちゃんと検証して、で検証結果発表して、で、どのバージョンのどのディストリビューションでどういうことをやると何が起きるみたいなことを出すことによって、なんていうか、車産業全体で Linux の活用が進むように、車業界を求めるようなことを中立的にやっていこうと。で、そこにかかる会社、費用は、車業界の人たちが、スポンサーになって、安心できる Linux の使い方をしていこうと。これはすごく、いいやり方だなというふうには思います。で、そういうふうな背景もあるので、オープンソースコミュニティも結構、エメテッドワールドに、盛んに参加していて、例えばこれ、ゼファーですね。組み込みのリアルタイム OS で最近活用が伸びている。僕は最近って言うんだけど、ゼファーの人たちは今年、ゼファー10年って出してたから、全然最近ではないですね。でそういう会社が、会社というか、オープンソースコミュニティがブースを出していて、で、自分たちのその T シャツとかスワッグとかをピンとかですね、それを配ったり、かつ、うちの会社はゼファーいい感じで使っています。うちの会社の事例はこうですみたいなことを、ここにいる ST マイクロとか、あと他のいろんなマイコンの会社が、供給したりもしてました。ゼファーの人たち、僕がいた ESP30 年5スタックブースにもすごい頻繁に来てくれていて、で、もっといい感じでサポートをお互いしましょうよと。で、M5 スタック、あんまり今 M5 スタック、そこまでゼファー推しではない。例えばディスプレイとかが、M5 のディスプレイの中で、ゼファーだとまだライブラリーないみたいなものがいっぱいあるんですけど、いやいや、僕ら使ってるから、その辺もうちょい円滑にやっていきましょうみたいな営業をすごい強く受けたりしました。ですね。これは、これも自動車を今やっている、オープンソースのファウンデーションで、なんとあれですね、昔々 IBM が作っていた Eclipse ですね。僕にとっての Eclipse っていうのは Java を書くためのエディターで、パソコンで使うものだったんですけど、今は全然そんなことやってなくて、Eclipse ファウンデーションとして、ここも社債グレード Linux やってます。社債グレードのオープンソースのソフトに対し、オープンソースのプログラムに対して、Eclipse Software Defined Vehicle っていう仕組みを作って、で、これも、なんていうか、工業的な用途に使えるように保証がちゃんとされて、テストもされた、でもオープンソースのプログラムの枠組みを作っています。こういう形でエクリプス生き残ってるのはちょっとびっくりだったりはしましたが、もともと IBM だったこともあって相性がいいんでしょうね。それからさっきも紹介したヨロのウルトラリスティックス。ここは何しろ、もちろんギークが始めた、すごい、ここの会社の社員に会うとパソコンにいっぱいステッカー貼ってある、そういうタイプのオープンソースツールではあるんですけど、とはいえ、その、なんていうの、今時 AI やらない組み込み
どんどん減ってきてるというか、組み込みやるときにも AI 絶対必要になるし、そこで AI という画像認識だったりするので、ここの人たちはどこのブースにも、引っ張りだこになっていたし、逆に、M5 とかいろんな会社がここのブースに向かって営業しに行って、ちょっともうちょい夜について仲良くしてやりましょうよっていうことを、言ったりしました。これ真ん中は深センにいる夜の開発チームの一人で、右側のこの、野球シャツ着てるのは、D ロボティクスですね。D ロボティクス、ホライゾンロボティクスのエンジニアの一人で画像認識と AI が担当なので、で、なんか一緒になってイベントをもうちょいやっていきましょうとか、そういうやり取りを、円滑にしてました。そんな感じで、今のエンベッテッドワールドって、半分組み込み、もともと組み込みのソフトウェアから始まって、それが組み込みソフトだけではなくて、組み込みハードの営業とか、そういうところで広がってきたものが、さらに、2000何年ぐらいでしょうね。2010年、15年ぐらいから、オープンソースのプログラムが組み込みでも使われるみたいなことがどんどん増えてきて、で、そうすると、オープンソースのプログラムと組み込みって、メーカームーブメントとすごく相性が良くて、気がつくと、M5 とか、そういう M5、オープンソースの会社も、ここに結構出展してる。今回 M5 いる、DF ロボットいる、シードスタジオいる、D ロボティクスいる、エルクローいるみたいな感じで、なんだこれメーカーフェアかみたいな、メーカー系の出展者も目立つんですよ。すごく目立つような感じになっている。そういう変わったイベントになってきました。エンベッテッドワールドとメーカーフェアっぽさみたいな話をしだすと、多分プラス追加で30分とかになってしまい、長すぎる気がするので、今回とりあえずはここまでで、次回はこの M5 や ESP32 をはじめとしたエンベッテッドワールド、現状の組み込みインダストリーとメーカームーブメントっていう話を、していこうと思います。どうもありがとうございます。次回もぜひお楽しみに。ありがとうございました。